はい、こんにちは、テリーです。こちらのチャンネルでは千葉の秘境をドローンを使って探検してます。はい、で今回探検する場所なんですが、幻の視聴者さんに教えていただいた秘境ということで、南房総市白浜町に向かっております。南房総市のこのエリアは海食街といって波に削られた切り立った崖になっててですね、同じく海食街になっている銚子の屏風ヶ浦をね思い出してほしいんですけれども、屏風ヶ浦と少し違うのは削られた崖の海側がね地殻変動で隆起して崖の下にも人が住める状態になってるってことですかね。まあもしね説明で間違ってたらごめんなさい。でもね多分そんな感じなんだと思います。なので前回の動画にしたような美浜区みたいにちょっと前までは海だった場所とは違って桁違いに人が住んでた歴史が長いんですよね。でそんな南房総市周辺の視聴者さんに見どころがいくつかあるっていうことを教えていただいたので、今回下調べをしてね行ってみることにしました。ちなみに何箇所か回ろうと思ってるんですが、ボツになる可能性も高い場所が多いので、あらかじめご了承ください。はい、前置きはね長くなりましたが、今回最初に向かう場所がここはね千葉ではここしかないという珍しい、鍾乳洞らしいんですけれども、またまたテリーの秘境あるあるで大変申し訳ないんですが立ち入り禁止なんですよ。でそしてね、まずはなんで幻の視聴者さんとお呼びしたかというとですね、以前僕の動画でコメントくださった方なんですけれども、ちょうどね、仕事が忙しくてコメントの返信がねできなかったんですよ。で8時間ぐらい経って返信しようとしたらもうすでにね取り消されてて、だからねそれ以来せっかくコメントいただいたのに返信しないっていうのはね申し訳ないなと思って、なるべくね優先して返信するようになったんですけれども、その節はがっかりさせてしまい、申し訳ございませんでした。でもねこれから行きますんで、特に今回情報提供くださった方は、ぜひ見てみてください。あとねついでにお知らせしたいことがもう1点あります。たまにね情報提供した後テリーからの返信を確認してYouTube のコメント欄を見ると、あれコメントなくなってるってことがあると思います。これはねテリーが激アツ認定した秘境という意味ですので気にしないでください。つまり取り消されたイコールね探検リストに入ったということになります。なので、思い当たる方はねいずれ探検することになりますので、逆に期待していただければと思います。でそれとねテリーだけにこっそり教えたいっていう方はインスタグラムからも DM 送れますので、ぜひねそちらを見てみてください。そんな感じでねいずれ本当にコメントがね返せなくなるぐらい、反響があると嬉しいので、ぜひチャンネル登録、コメント高評価お待ちしております。そしてね本題の白浜鍾乳洞なんですけど、海食、洞穴といって、波がねこの崖部分を削って洞窟内部にできているものらしいんです。でなので以前紹介した通蓮洞の名残みたいなものに近いと思うんですけれども、つまりね洞窟ができた後に、地殻変動で波打ち際が後退して、でこの洞窟はそのまま残って、徐々に内部に鍾乳石が形成されたってことらしいんですよね。で県のホームページを見ると昭和29年には県の天然記念物に指定された上、内部の鍾乳石保護のため厳重に立ち入り禁止になっているということなんです。でねそして今回内部を見せていただけないか県に問い合わせしてみたんですけど、残念ながらね公開はしてないということで、ますますねこれ入り口だけでも見てみたくなってしまったわけなんですよ。もちろんね入り口だけ見て終わりってことにはしないつもりですので、どうか最後までお付き合いいただければと思います。はい、ではねもうすぐ目的地に近づいてきたんですけど、今走ってるのは阿波グリーンラインです。僕の動画をね初期の頃から見ていただいている視聴者さんはご存知だと思いますが、この場所でもねドローン撮影したことがあるので載せておきたいと思います。でここはねずっと森の中を走るイメージにぴったりなのでCM とかでもねよく使われる道路になるんですよね。
でここは交通量がめちゃくちゃ少ないので、ほぼね問題ないんですけど、車とかねバイクがすれ違っちゃうと映像的にダメになっちゃうので、撮り直しをねしたっていう、そんな思い出もあります。はい、ではもうそろそろですね、この左側の山のどこかにあるようです。これを左ですね。なるほど、地層がむき出しになってますよ。つまりここら辺一帯は海だったということになりますよね。これどこまで行けるんでしょう。もうねこの先行く人はね、白浜鍾乳洞以外目的多分ないと思うんだよね。これだ。はい、ではね近くにバイク止めさせてもらったんで、じゃあ歩いて行ってみましょうか。イノシシの檻がある。滝もあるんだね。知らなかった。すげえ。小滝良源寺の寺でもね、お寺ではないらしいんだよね。こうなってます。すぐ近くだったんですね。本当にこれ奥行き5メーターもあんの？こんなにあれですね、目の前で見れると思わなかった。もっとぐわっと奥行きがあるもんだと思ってましたけど、ちょっとせっかくなんでこの入り口のところまで360度カメラ突っ込んで、なんか怒られるかもしんないけど、この構造だと盗まれちゃうよね。大丈夫ですね。これぐらいだったら多分迷惑にならないと思うんで、おそらく明るさが足らないと思うので、ちょっと先っぽに照明をつけましょうか。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。照明なしの方がいい可能性がある。中には入ってないですけど、少しなんとなく雰囲気はわかるんじゃないでしょうか。今帰ろうと思ったら、キョンらしき野獣が騒いでますよ。これ多分キョンだよね。これを家の近くでギャーギャーやられたらたまんないよね、確かに。はい、という感じでね、白浜鍾乳洞を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、もう一言で言うとね、がっかりでしたね。緑のフェンスをねご覧になったと思いますが、壊されてね、踏みつけられてね、ひどいやりさまだったじゃないですか。二重の柵がね全く意味をなしてないんですよ。まるで泥棒に荒らされた後って感じでね、悲しくなりましたね。鍾乳石ってここのはどうかわかんないんですけど、100年で1センチとかそんなもんしか成長しないんですよ。
だからね、貴重って聞いて見に来るのは分かります。僕もそうですからね。でもね、ここってもともとどなたかの、所有地だと思うんですよね、多分。でもって言うなら市の財産だとか県の財産だったり、大げさに言うならね、国の財産でもあるわけですよ。千葉ではね、ここしかないわけですからね。まあ無関係の僕がね、正義感かざすのもどうかと思いますので、これ以上は言いませんけど、こんな場所もあったんだってことでね、今回の動画は締めたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。